元安幸男さん、当時14歳。爆心地からおよそ 1.5 キロの西天満町で被爆しました。学徒動員先の工場に入った瞬間、元安さんは強烈な閃光と爆風を浴びて吹き飛ばされました。しばらく気を失った後、鉄骨の隙間から這い出して西へ向かって避難した元安さん。そこで見たのは、体を焼かれ苦しみ横たわる多くの人々の姿でした。後に被爆により体中にやけどを負った女性との結婚を家族に反対され苦しんだ元安さん。こんな悲惨な戦争や原爆投下が二度と起こらないように自分の体験を語り続けたいと言います。親父が海軍の軍人さんだったんです。満州事変がある程度一定の目安がついて、そこで海軍を退官したんですね。で海軍退官をして広島呉に帰ってきたんですが、陸軍に今度採用されましてね、それで兵器廠勤務が始まったという。で小学校が4年生が終了した時に親父が転勤になって宇品の方へ変わったから、その時には弟と、それからその後妹が生まれて、原爆の時には妹と母親と私と親父と、そこはその感謝に住んでたんですね。弟は学童疎開っていうのがありましてね、二見郡の布野っていうところがありますけどね、あそこのお寺を借りてそこへ集団で学童疎開をしたという。その8月6日が月曜日で、あの日から正式に動員命令を受けて天満町へ8時15分に集合という命令を受け取ったものですから、5時前にはちょっと目が覚めましてね、興奮してるんですよね、遠足奉行のもんですから、今日は行かなきゃいけんからって言うんで、目が覚めてラジオ、あの頃は鉱石ラジオっていうんで自分で作ったなんかしようとやりましたからね、自分で作りたラジオをね、ガー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 やつをもう調整しながら聞きやったら、敵機が豊後水道を北上中っていうんでね、いうような放送を聞いたですからね、空襲警報ができたら自宅待機になるけど空襲にならんかななんていうことを考えているうちに二度寝をしまして、あまり起きないもんですから、母親がお弁当作るから作ったからそれを持って早く起きなさいって言って怒られてもいうようなのが当時の朝の会話でしたけどね。8時頃だったと思いますけどね、だから時計装置持ってませんから分かりませんが8時頃だったと思いますが、ちょうど宇品から3人、私を含めて3人34の子供がいて、今のセンターのところの交差点を通って天満町へ行ったんですよ。東洋製缶というその工場は鉄骨の工場だったんですね。鉄骨の工場の中に食堂がありましてね、で食堂はその当時の学生さんの荷物を置いたり、それから休憩所になったりお弁当食べたりするような形に決められとったもんですから、そこへ入ろうと思って入り口にはちょうど東向きの入りまであったもんですから、そこに入った時にマグネシウムを焚いたらパッと光るじゃない。あの頃はなんか写真撮るんでもね、マグネシウムをパッと焚いて、あんなのを目の前にあっと思った時にパイプの椅子がずっと並んでおったんですが、それと一緒に吹き飛ばされましてね、で気が付いたら空が見えるんですよ。それでそう言ったら中におった人で工員さんだったか先生だったか分からんけれども、とにかく外へ出て逃げろというふうで指示されて、何か爆発があったからうちは火薬は使ってないからうちじゃないんだけどなとかいうような話もちょっとその時に聞きましたけど、見たら
瓦がなくなってる、セメントがなくなったから、それよじ登ったらもうとにかく埃やらなんかその作業の数があって手が真っ暗になってたけど、それが上に上がって、その瓦のとこから周辺を見た時に建物が全部将棋倒しのように倒れてました。で3か所ぐらいもうちょっと煙が出て火が出てましたよね。全部こうで、それから今度また逆にそろりそろり外側を下へ降りてどうしてるかなと思ったら誰もいないんですよ。もうとにかくいろんなものが吹き飛んできたりして、で動いてる人がいないんですよ。で私はそういうことがあって潰れてないか出てきて、で剣道が出て先生からか工員さんからかもうとにかく今日は帰れって言われたから、まあ宇品に住んでるわけですから、今でいう電車の方向に向いて走ろうと歩いて帰ろうと思ったら、たくさんの人はみんな西向きに歩いて逃げてるんですよ。その逃げてる人が3人物を言った人がいるんですが、1人は年寄りの方がおられたんですが「あんたあっち行っちゃダメよ」で今もう火災で燃えて道路の真ん中通っても暑くて通れない、こっちに逃げちゃダメだからあっちへ逃げなさいって言って、その方はもう全身やけどしてですね、それから皮膚が垂れておりましたから、もうこんな格好をされとったんですね。だから皮膚がこうぶら下がってた。でそういう人と話をした。そうしてもう一人ちょうど私と同じ年ぐらいのこれ中学生だなとは思ったんですけども、ちょっとすまんけど目が見えんのじゃけどちょっと見てくれんかって言われて、で見たらこの目のとこにガラスが刺さってるんですよ。メガネのガラスやと思うけどここに残っとるよって言って、ちょっと取ってくれんかって言って、で私がそれを脱いだらパラッと流れてね。でも私はその時にメンソレ缶という今あるじゃないですか、あれを小さな缶をお弁当と一緒に持たされて、何か傷があった時にはこれつけなさいって言って持ってたんだから、血が止まるかもわからんからいいんで、それでハンカチで塗ってそれからメンソレ缶も塗って、それであんたとこっち帰るみたいで、私はもうこういう家があるからこういう向いて帰るかって。でそう言って言いよったら今度はその次に来た人が母親の人が赤ちゃん出してましたね。その人がね裸なんですよ。でその後裸でおっぱい丸出しして赤ちゃん抱いてですね、赤ちゃんはミルクのチーズを飲んでくれないんですよとか言って私に話しかけてきて、で見たらこれ亡くなってるんじゃないってなんか呼吸してないみたいなよって僕はそう言ったらね、いやそんなことない、さっきまで飲んでて泣いてたんだから今泣かないからどうしてるかなと思ってんだよいうような話になってね、でまあ連れて帰りますって。その時には道路にはもう横たわってる人もいましたし、それからしゃがみ込んで動けんような人もいましたし、もう東に逃げるんだってあっちはダメだと言うんですが西へ向こうって言うんで、私は逆に西へ向けて歩き始めたんです。東の方のを見たら東の方は今普通きのこ雲がこんなやってからあんなんじゃなかったですね。私みたいに入道雲みたいな雲があって、それに太陽が当たってたんし火事があったのかも分かりませんが、その入道雲のようなとこが赤く光ってましたね。とにかく西へ逃げようと思ったらその当時の目標だったんですね。アスファルトがもう溶けましてね、だから少しでも動ける人はその橋のところにみんな集まってきて、橋は目標ですから、でしかも火事は両側ですから、そこにたくさんぎっしりと言っていいほど
で渡ろうにも渡れないんですよ、みんなそこでおるから。で川の中渡って通ろうかなと下を見たら遺体が浮かんでるし、それから元気な人でまだ着物でお風呂に浸かるようにここまで使ってですね、でしかも女学生がたくさんおったから「母ちゃんお母ちゃん」と言いながら、それでそこはちょっと通れそうにないなと思って。でそうしよったら、そこを強引に渡って逃げる人がおったから、その人元気な人の後についてね渡ろうとしたら、死におった人が、ね、私の足にしがみついてね「水をくれ、水をください、水をください」って言ってしゃばりついて話してくれないんですよ。それで私も逃げなきゃいけないですから、その下がった手を握ったら手が皮膚がずるっとなりましてね、でそれに体液がだらーっと流れるぐらい大きなやけどして、向こうが「痛い痛い痛い」とか言って話してくれたから、それを飛び越えてまた次の人のとこ行ったら、今度は大きなおじさんがしゃがんどったのが「もうわしは動けんけやんだつまんが連れて逃げてくれんか」って言って、私に今度逆にさばりつかれて、その人は今度は全身もうやけどされてですね、顔も面相が変わるぐらいの人がもう逆に見たらこっちは恐ろしいような状況でしたから、その人がさばりついて話してくれないんですよね。もう連れて逃げてくれって。何よ、子供ですからこっちは。それが大きなおじさんがしゃがみまで一緒に逃げてくれって言われて、私その人を蹴飛ばしましたね。蹴飛ばしたら「痛いとこ!」とか言って手を離してくれたから、それを飛び越えて逃げようとしたら、その次に横になっとった人の足を踏んじゃったんですね。でそこで踏んだったら、今度はそれがまたバナナの皮を踏んだようなことでずるっとなって、今度私がそこで転びましてね、転んでしもうたら皆さん横になってたりなんかしてるわけですから、これは困った、どうしてこうと渡ったらいいだろうかっていうようなことを言いながら、山手場側まで逃げたと。堤防へ上がって鯉の方へ逃げようと思ってみたら、その山手側の中に竹やぶがあったり畑があったり農家があったりしたもんですから、そこにポンプがあったから、顔を洗おうと思ってドロドロになってるやつを洗って、もうほこりやら体液やら鉄骨の中のゴミやらがいっぱいまくれて、そこで水を飲み過ぎたらもう一度気分が悪くなりまして、全部飲んだ水を戻しましてね、で気分が悪くなって竹やぶの中に入り込んだんで、竹やぶの中に入った時に10人ぐらいやっぱり逃げた人がいましたね。だからここなら火事にはならんだろうから言うんで、思ううちにそのまま、寝込んでしまいましてね。で時間がどのぐらい経ったか分かりませんけれども、雨がぽつりぽつりと降り出して、顔に水が当たって目が覚めたんですね。でそうしたら今度夕立のような大雨が降りましてね、その雨がとにかく真っ黒いというか、最初はポツポツだったのが夕立のように降り出したら真っ黒い雨だったんですね。ずぶ濡れになっておりますから、それを脱いで、白いシャツになって、白いシャツでもあちこち横れておりましたけども、白いシャツにして堤防の上に上がったんです。また誰もいないんですよ、周りの人が。あれだけもうみんなワイワイ来て、天満町の橋の時の渡る時には横たわっておった人もたくさんいたし、それから道路にいた人もいたんだけども、堤防の上から見たら誰もいないんで、そうしよったら当時の兵隊さんの OB で在庫軍人っていうのは自転車に乗ってからその堤防を通ってきて「お前何しよんだかうろうろしやがってどっから来たんじゃ!」って言われたから「いや元海なから学徒動員で東洋製艦に行って、そこでなんか爆発があったらしいんで、そこで下敷きになったんじゃから、工場は鉄骨だから
潰れんかったからここまで逃げてきて全然こんな状況じゃって言ってた。敵が B29 で言いますけど B2 がの爆弾を落としたんじゃでまだ偵察機が上飛び寄るんじゃ。だから白い服シャツがとにかく歩いたら敵のまだ生きとるやつがおるいうことになるのがすぐ旭橋を通って帰れた。んで堤防の右岸っていうんですけどちょうど下流に向かって右側を右岸っていうんですけどもそこをとぼとぼと通りながら旭橋を渡ってで歩いて帰る時に川の中を降りましてねで全部学生服とかズボンとかそれこそパンツ一丁になって全部自分でそこで洗ったんですよ黒い雨やってるからね。そうしたらその匂いでまだこの音が始まってもう早くやっぱり帰りたいという。で見たらやっぱり道路には動いてる人はほとんどいませんでしたね。ただ水道は奇妙にあちこちで水が吹いてました。水だけはずっと飲めますけど飲むけどもやっぱり戻す飲むけど戻すとしながら高野橋まで来た時に服屋だとか中国新聞社だとかあるいは近くには市役所日赤分離台の校舎こういうような大きな建物は残ってましたけどもあとは全部もう燃えておりました。一体アメリカを爆弾を落としたってこれ広島市が全滅してるけど何発落ちたんだろうかなと思ってそういう周りの状況をキョロキョロしてたら軍人さんから「坊主お前どっから来た?」とかって言われて「我々は遺体を収容してるんじゃ」ってで生きとる人が見つかったら二度島へ送ることになったんだよ。トラックに乗せてやるけどまだずっとこの辺を周辺を今探しよるからで見よったら他の隊員さんがね手と足を持ってトラック2台ありました軍のトラックがね。ほいで手と足を持って2台にポーンと放り投げてるんだよ。で「班長殿このまだ生きとりますよ」って言ったら今度は生きとる人は抱いてもう1台の方に座らせて。で我々もこういう宇治のまで帰るんならもうあんなもうひょろひょろして帰りよるんで大変じゃわ乗せてやっておりだけどまだ我々でも時間かかるけどゆっくりしながらぼつぼつ休んで帰れ。じゃあ帰りに昼飯食ってない昼飯代わりに行って缶詰のみかんの缶詰のこれ食べながら帰れって言って、途中でもちろん釘を開いましてねその釘でみかんの缶詰の蓋をこうなっとるやつを起こしてそれでみゆき橋のところで石の欄干が全部倒れてちょうどはしごが倒れたようなところに座り込んでそのみかんの缶詰を食べたまたつついで水をもらったりそれからみかんの缶詰を大事にみかんの缶詰の少しずつ舐めたりするようなしながら官所に帰ってきた時にちょうど夕方もう薄暗くなりかけたような時期でしたからもう一日かかって天満町から宇治内まで帰ってきたという。で宇治内の方も壊れた家もあったし潰れた家もありましたしまだ斜めになったような家もあったしまともにまだ建ってたような家もありましたけどでそういうところを通って官舎へ帰ったんです。ちょうど官舎は北側に倉庫がいうか兵器廠の倉庫があったその陰だったですから長前からガラスは和風で割れてましたけども全然中は傷んでなかったです。で官舎に帰ったら衛兵さんがもちろん兵器廠ですからちゃんとパトロールする衛兵さんが立って「お前の家はとにかくそういう怪我をした人やけどしたがたくさん帰ってきてしかも
本庁の人が看護師さんとお医者さんが聞いて全部臨時の救護所になってる子も今行くとこないでとか言って勉強机みたいなのもあったり、いや布団とかなんとかいうのも押し入れなんかにあったやつからもう全部外へ掘りで開けて、で軍用毛布が全部並べてある。それから大広間にも軍用毛布、台所の板間にも軍用並べてあって、そこにたくさん女の人いてもたくさんいて、まだ私が帰ってきた頃には56人しかおられませんでしたけども、56人の方がやっぱり大きなやけどをした人があって、ね、私の親父も帰った時に「おおこういうとこは何しよったや」って言うだけで、本人はもう一生懸命今でいう介護いうか介護を見たところで初め持ってきた車になんか包帯のようなもの、三角巾のようなものたくさん積んどったけど、すぐそれがなくなってしまって、もうどうしようもないなんか白いっぽいなんかグリスのようなものをやけどしてる人にはこう塗ってあげる、顔には塗ってあげるいうことをやってないから、おふくろも親父もそういうものを手伝っていましたから、晩飯に何か食べるか言うけどもう欲しくない、食べたくないとか言うんで、そのまま寝たんですけれども、寝るとこないんですよ。みんなそういう人がいるからね。だから台所の炊事場の板のとこに布団を持ち込んでそこで寝させられておったんですけれども、おふくろが親父に「幸男がね真っ暗いうんこしとるよ」とか言っていうようなことを報告しよるね。聞いてあれで見たら表がしてあるんですよね。それから2、3日してからだったと思いますけれどもう全然食べられませんでした。そうしたらある日ひょっと目が覚めたら天井が真っ暗になってるんですね。これなんでこんなに真っ暗になってるんだろうかと思って見たら、それが天井が灰ですね。だから宇治が湧いた人がその宇治が孵化して灰になって、それが天井に張り付いてるんです。灰を窓の外へ追い出すのが私の日課みたいになって、やがて8月15日が来て、終戦になるんですけれども。88歳まで生きてくれたんですけれども、彼が小学校の同級生でしてね、顔見知りではあったんです。小学校1年生からですね。8月6日の時には女子寮という段原があったんですが、そこからやっぱり中学2年生で動員かかってあって、現在の鶴見橋のところの100メーター道路で建物阻害の作業に入ったんですね。8時から始まっとるんですね。だからもう作業していた時に被爆をして、流川教会に牧師さんがおられまして、布教しながら広島の原爆にあった人の救済を訴えられて、おられた。でしかも原爆乙女って言われてアメリカに女性の若い子を連れて行ってアメリカでそのケロイドの手術をしたり、いろんなことの運動をされたった、有名な先生がおってんですが、流川教会というところから当時はまだコンクリートの建物でしたから残っていたんですね。そこの部屋を借りてそこで私は会議をする。で彼女はたまたまミサに参加して谷間先生の家族と交流されながらそこで癒しを求めていたというようなところで、全くの偶然ですが彼女と出会ったんです。本谷君だよねって言って声をかけてくれたからと思って見たんだけども、麦わら帽子を
にスカーフをかぶって顔を隠して「あんた誰?」って言ったらスカーフを取って帽子を脱いで、で顔が出てみたら顔がもうケロイドで唇はめくれてる、眉毛がなくなってる。ああっていうんで記憶がつながって思わず手を握ったんです、彼女のね。そしたら手の握ったら手がカエルのあれみたいにこれが全部くっついてるんで、しかもその手がもう動かないんですね。では握手したんだけど握手ができないんですね。あんたミサが終わったらここで待っとってくれ、ちょっと少しその後の話を聞きたいからとか言って、まあそうで別れて、私は会議に行く、彼女はミサに参加するということでもう別れるんですが、で会議が私終わってお昼になっちゃったんですね。ミサのとこに行ったらまだ彼女が残ってました。でまあ残ってたから「ああごめんごめんすぐ来ること言いながら」言うから「いや彼女がね開口一番こう言ったんですよ。私の顔見て「逃げたかなと思ったんだよ」って言って来ないから「これじゃあね」とか言って、ここへ来てるっていうのはもう近所を歩いたら近所の悪ガキがね「赤鬼が来た赤鬼が来た」って言って林立てるから、休みの日はここへ来て先生の家族と一緒に生活しなりご飯を呼ばれたりして、で今はねあんたもひどくやられてるんだからアメリカに行かんかって言って今先生から説得されよるんで、これ手術してやる言うて、私の場合は誰も援助してくれる人はいないし、やっぱりアメリカに行きたいって治してもらいたいいう気持ちはあるけれども、やっぱり辞退するんじゃとか言うんで、そういうことから彼女と付き合うんですが、だんだん結婚しようかというようなことになりまして、結婚するからというたいからということで言ったら親父が認めんんですね。まだね傷物で、それから将来の健康に対しては先祖に対して申し訳なかった、何か奇跡でもできたらそういうのがあった時に責任持てんから認めんって言ってどうしても許可してくれなかったんですね。親も兄弟も親戚も誰も、近所の方と私の友達が15人集まって、しかも披露宴って言っててもお茶とお菓子ですよ。それは情けない結婚式だったということがありましたから。せっかく平和憲法を長年のね再選の経験からして放棄して、それがまた戦争でもできるアメリカと一緒の傘下に入ってね、やっぱりこっちから戦争が仕掛けられるような軍事費用とかたくさん増やしたり弾薬庫を作ったりするようなのはどうも納得できんなと。私はやっぱり反対したけど、今更90何本になってあんな運動に参画するわけにもいかんし、例えば証言の話だとかね、そういう戦争の話だとか声が分かったら、私は体が続く限りはっきりとものを言いたいなと。僕は直接被爆をして当日朝から晩まで広島市内をうろうろした体験をね、話ができる間では話をしてみたいなと。